ボンジュール。今回の動画は私にとっても初めて尽くし、こんなパリもあるんだなぁと思えるような場所をご紹介したいと思います。どうぞ最後まで一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。まずはこの夏話題になっているレストラン。場所はボーパッサージュの中にあります。モエ・インパリ・バイ・アレノという名前です。シャンパーニュのモエ・デ・シャンドンとスターシェフヤニック・アレノさんがコラボレーションしたポップアップレストランなんです。とってもカラフルなデザインがまず印象的ですよね。これはシャルル・ル・ビルモランというまだ20代のフランス人デザイナーによるものだそうです。店内もこの通り、オープンキッチンには若い料理人の方々がキビキビとお仕事をしていました。奥にはバーもありますね。この2階にもフロアがあるんですよね。ここでは DJ が入ったり、ライブミュージックセッションとかちょっとお祭り気分のシーンも展開されているようです。さて、今日のランチ、私はアナリザさんと一緒にいただきます。こんなところにもすごくカラフルなデザインとロゴが踊っていますね。ドリンクのメニューを開くと、さすがにモエ・デ・シャンドンのシャンパーニュの銘柄がずらりと並んでいます。私はこれまでトライしたことのなかったアイスインペリアルというのをいただいてみたいと思います。これは氷を入れてシャンパーニュを楽しむという飲み物なんですね。この飲み方は私は本当に初めてです。アナリザさんが選んだ前菜は野菜のラビオリをお醤油でいただくというものですが、私たち日本人にとってこれは餃子です。けれども周りのサクサクの生地と一緒にいただく。私がお出したのはこちら、ミラノ風のカツではなく、中にはナスが入ってるんです。これをケッパーの効いたソースでいただきます。アナリザさんのメインディッシュはこちら、日本のチラシとメニューにありました。もちろん全く日本風にしていないところがフレンチのシェフの腕の見せ所。一口味見をさせていただきましたが、お魚がカルパッチョ風になって入っていたり、ここでもまたサクサクという食感のものを足していたりするところがユニークだなと思いました。私のメインディッシュはこちら、サルティンボッカ。子牛肉をベーコンで巻いて焼いてあります。ソースにセージが添えられているところが味わいに深みを出している感じでした。アナリザさんはイタリアのご出身、私は日本人。着せずしてお互いのお国のものをオーダーしていたのが面白かったです。アナリザさんのデザートはフランボワーズ。本当は生クリームが添えてあるんですが、彼女はそれを辞退していました。そして私のはこちら、
桃とアイスクリームにモエトインペリアルを振りかけているというメニューの一行が気になりました。このピンクのシャーベットがモエトインペリアルの風味でした。食後に地下を案内してもらいました。ここにはカーブ酒蔵があります。これはモエインペリアルの2024年夏限定ラベル。そうなんです。フランス国旗、そして凱旋門がデザインされているんです。こちらにはモエ・デ・シャンドンのヴィンテージのシリーズが勢ぞろいしていました。このスペースは貸し切りでお食事会やイベントを行うこともあるそうです。とても特別感のある空間ですよね。さて、このレストランは期間限定と言いました。いつ終了になるのかが気になりますけれども、その期日の発表は今年のワンダンジュ、ブドウの収穫の時に決まるのだそうです。ワンダンジュ、おそらく今年は9月になるのではないかなと思います。その時までは少なくともこのレストランオープンしていることでしょう。さて、ところ変わってパリ13区のセーヌ川岸に来ました。この辺りはパリの中でも特に大規模な開発が進行中の場所なんです。私はあまりこの辺りしばしば来るという感じではないんですけれども、久しぶりに訪れてみると新しい建物や施設ができていたりして、本当にダイナミックな発展を遂げているなぁと思って見ています。今日私が目指しているのはこのセーヌ川沿いにありますケ・ブラフォトというのがそれです。訳すと写真の岸辺ということになるでしょうか。ここは2023年6月にオープンしています。実は私はその存在を知らないでいたんですが、前回の動画でご紹介したセーヌ川源流での聖火リレーの時、パリ市助役ピエール・ラバザンさんのチームの方々にもお会いしました。そのお一人がぜひここには行った方がいいと教えてくれました。先ほどからあの橋の上のメトロが気になっている方も多いのではないでしょうか。ベルシー橋の上がメトロの路線に入っています。写真の岸辺というくらいですから、ここでは常時写真展が開催されているようです。今行われている展覧会のテーマはラ・セーヌ。パリオリンピックの時期らしいテーマです。オリンピックの開会式をご覧になった方、きっとたくさんいらっしゃるでしょう。セーヌ川が舞台になっていましたよね。そのセーヌ川をテーマにした展覧会は9月8日までの開催だそうです。ご覧の通り、レストランとバーも併設されているようです。展覧会の会場は下のフロアのようです。このエリアでも食事ができるんですね。そしてここには船着き場もあって、なんとここからセーヌ川クルーズを楽しむことができるんだそうです。
ずは写真展の方に行きましょう。今回の写真はどうやら昔の写真、いわゆるアーカイブと言っていいような珍しい写真ばかりです。セーヌで泳いでいる写真、ワインが樽ごと水揚げされている写真、馬がいたり、バスがセーヌ川に落ちてしまったその時の様子がわかる写真などもあります。ここにはルーブルの上に気球が上がっている写真。こうして見ると、開会式で私たちをあっと驚かせたさまざまな演出は、実は過去の事実からインスピレーションを得ていたのではないかなと思えてきます。これは1910年の大洪水の時の写真。そしてこちらは1900年のパリ万博の時の写真で、エッフェル塔から見たトロカデロ広場だそうです。セリーヌ・ディオンが愛の賛歌を歌っていた場所から1900年の風景はこんな風に見えていたんですね。そしてこれは同じ年のアレクサンドル三世橋。今回のオリンピックではトライアスロンの舞台になりましたよね。ちょっとここで一息入れましょう。ケドラフォトの岸辺の方にあるバーです。クッションがかっちり揃えて置いていないところが逆にリラックスした感じで好感が持てるなと思うのは私だけかしら。バーカウンターでドリンクを作っていただきます。最近パリではスプリットというオレンジ色のカクテルがとっても人気なんですよね。そのノンアルコールバージョンがあるというので、それをお願いしました。このハンサムなお兄さん、数ヶ月前に日本を旅行してこの T シャツを買ってきたんですって。よくお似合いですよね。その日本への旅は今までの彼の人生の中で一番良い旅だったとおっしゃっていました。日本人としてはとっても嬉しいことです。ではセーヌ川クルーズを楽しみましょう。このケドラフォトにはいろいろなタイプの船があるんですけれども、今日はこの船で50分ほどのセーヌ川クルーズへ行きます。1人16ユーロという比較的お手頃なお値段で楽しめるセーヌ川クルーズです。フランス国立図書館、フランソワ・ミテラン図書館が見えています。今日はどのあたりまで行くのと聞きましたら、ルーブル美術館と芸術橋のあたりで U ターンしてくるコースだそうです。先ほどメトロが通っていたベルシー橋の下をくぐります。この右に見えてきた建物は財務省。この下にも船がありますが、おそらくこの高速船で大臣たちは国会に移動しているのではないかなと思います。車を使うよりもこの船を使った方が川沿いの建物ならきっと早いんではないかと思います。
実はこの船、開会式の時にも一役買いました。ガボンの選手団を乗せたのだそうです。そうそう、この岸辺に停泊している船、ル・コルビュジエが内装を設計した船なんです。けれども解体の危機を何度もくぐり抜けるほど老朽化していたんですが、それを今日本のアソシエーションがよみがえらせようとしている最中。そのことは以前このチャンネルでご紹介しています。概要欄にリンクをつけておきますので、ご興味のある方はぜひご覧になってみてください。この三塁棟先端の岸辺は開会式でレディー・ガガのパフォーマンスが行われたところなんです。あの大階段はもう取り払われてしまっていました。これも三塁棟ですが、この先端の建物、フランスきっての大富豪が購入したようです。2億ユーロと船のキャプテンが言っていました。日本円にすると340億円でしょうか。あら、この橋の上には開会式の名残がありました。三塁棟を後にして今度はシテ島のある眺めになります。ノートルダム大聖堂の銭湯がすっきりと伸びています。オリンピックが終わると今度はいよいよノートルダム大聖堂の再開が待たれます。今年の12月に再開される予定です。この左側に見えている建物、そうです、コンシェルジュリー。この建物もまた開会式の時に注目を集めましたよね。かなりインパクトのある演出がしてありましたが、今はこの通りすっかり元の状態に戻っていました。次に見えてきたのがパリで一番古い橋、ポンヌフです。この右岸に佇んでいるのがラ・サマリテーヌ。現在このセーヌ川に面した部分はルイ・ヴィトングループが手掛けるシュワルブロンというホテルになっています。このポンヌフを通り抜けると、ここからエッフェル塔が見えてきます。正面に見えている橋は芸術橋。この右岸の方にルーブル美術館の建物があります。船はここで U ターンしてシテ島の先端をぐるりと回って今度は川の流れと逆らう形で進んで行きます。セーヌ川には船を住まいとしている人も結構いらっしゃるんですよね。船の家ですね。ここは消防士さんたちの基地になってい
シテ島の岸辺、今日は曇り空ですけれど、たくさんの人が思い思いに夏の夕暮れ時を過ごしています。実はこのクルーズは私3回目の予約でようやく実現しました。というのも、セーヌの水位が高かったり水流が強すぎる時にはこのタイプのクルーズ船を出すことはできないという決まりだそうです。去年は船の運航がキャンセルになるってことはほとんどなかったそうなんですが、今年は例年に比べてセーヌの水位が高く、水流も随分強い日が多いようです。実際オリンピックのトライアスロン競技も2回延期になったりしていました。この橋をくぐると再びノートルダム大聖堂が見えてきます。こちら側からの方が工事の様子がよくわかると思います。クレーンが何本も立っています。もう屋根の部分は吹き替えが完了した様子ですね。再建作業のための足場ががっちりと組まれていますね。この作業員さんたちの施設の建物にはオリンピック仕様の絵が掲げられていました。まるでオリンピックの開会式の時のようにポツポツと小雨が降ってきました。今日はあまり良いお天気ではないんですけれども、それでもこのクルーズはなかなか気持ちが良いです。この船は実はホテルなんですよね。セーヌに浮かぶホテルレストランです。こちらの個性的な建物はファッションとデザインをテーマにしたセンターです。再び財務省とフランソワ・ミッテラン国立図書館が見えてきました。私たちの基地に戻りましょう。また別の船が出ていきますけど、これは貸し切りでクルーズを楽しむことができるちょっとラグジュアリーなタイプの船です。せっかくですからディナーも楽しみましょう。テーブルの横からも展覧会の様子が見えていました。こちらは私が頼んだ前菜。そして友人の方はというとスコットランドサーモンのカルパッチョ。私の方はウフパフェという64度で
火を入れた卵、これにたっぷりのハーブと冷たいトマトソースのスープでいただきます。そして私のメインディッシュはビーフです。これが付け合わせのお野菜。そして友人の方はイカのグリル、チョリゾとスパイスの効いたトマトとピーマンのソースがついていました。ケ・デ・ラ・フォトのクルーズについては概要欄にリンクを添えておきますので、そこでご覧になってみてください。この辺りすっかり昔とは変わっています。私たちが満喫したケ・ドゥ・ラ・フォトの他にもレストラン船が何層も並んでいます。そして岸辺にもこんな風にテラスが広がっていて、なんだかパリにいるとは思えないような雰囲気、ちょっとしたバカンス気分が味わえるような気がします。最後までご覧くださいましてどうもありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか。この動画が気に入っていただけたら高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。お寄せいただくコメントもいつもとても励みになっています。どうもありがとうございます。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アビアント。